シティーハンターで冴羽を演じました鈴木亮平です。シティーハンターで牧村香織を演じました森田美里です。そして今回はね、はい、この方々にも登場いただきました。待たせたな。俺を呼んだのは君だろ。アニメ版シティーハンターで冴羽を演じました神谷明でございます。よう、いつまでももっこり美女のお尻を追いかけてると100トンハンマーお見舞いするわよ。アニメ版で牧村香織を演じました生倉和恵です。超豪華。わあ、新宿の街に本物の亮と香織がいる、かっこいいというのが第一印象でした。違うんですよ。それを冴羽亮の声でやられると分かんなくなっちゃうんですよ。あなたが亮なのにって本当に私もそう思いました。リアルな亮と香織が新宿にいるって、新宿にいるんだなシティーハンターって思いました。それを香織の声でいやマジで本当にぴったり、2人ともぴったり。亮と香織の声に挟まれて不思議な気持ちですよね今。僕はさっきも言ったんですけど、なるべく神谷さんの声になりたくないなと思って、自分ならではの冴羽亮をやりたいなと思っていたんですが、やっぱりね、冴羽亮のセリフ書かれてるとそれ以外の言い方ないんですよ。もっこりちゃんはもうもっこりちゃんなんですよ。どっかに入るのはしょうがないと思って途中からもうあまり考えるのをやめて、結構出来上がったものを聞いたら節々神谷明さんだな、でしたね。似てるって思うところあった。神谷さんの声とセリフ回しと似てるみたいな、特になんか叫ぶみたいなところがすごい、自分もやっぱり年齢が上がってきて、叫ぶ時にいい感じでちょっとこうガラッとするようになってきた時に、そうかって、これ神谷さん感じがちょっとあるなと思って、さっきお伺いしたら、ちょうど僕ぐらいの年齢の子にやられたんですよ。今の亮平君の年齢ぐらいからシティーハンター始めて、だから全く同じ。で亮を育てていったっていう感じで、だからもう生まれたての亮が今回の作品にはいましたね。それはなんで神谷さんの声を遠ざけようと思ったんですか、最初に。やっぱり声まで似ちゃうと、他結構今回アニメ版と衣装も違うし顔も違うしっていうので違いが余計際立っちゃうから、もう新たな冴羽亮として見てもらおうと思ったんだけど無理でした。でもちゃんと歌ってたしね、交渉にベートーベンで。はい、おかげさまで。もっこりの歌、もっこりの歌、もっこり歓喜の歌、もっこり歓喜の歌、もっこりなんて素晴らしいんだっていうね。もっこりもっこりばっかり数えたんですよ。僕が登場してから40秒で17回もすごい。歌詞がねもっこりだらけだったからね。そうですか。私は逆でですね、あまりにも自分とその思い描く香織ちゃんの、みんなが知ってる香織ちゃんと遠かったので、どうやったら近づけるんだろうっていうのをすごく考えていて、でも生身の人間なのですごくリアルさも大切にしたいし、でもファンが見ても香織ちゃん魂があるって思ってもらいたかったので、あるあって可愛くてなんかすっごい嬉しかった。嬉しいです。本当にそのバランスがすごく難しくて悩んだので、なるべく近づきたいって思いでやってました。ただ今回の作品の亮との出会いから亮と香織のね、言ってみればデコボココンビみたいなものが出来上がっていくので、今からそのみんなのイメージに近づけるよりも、これから本当に2人で育てていったらどうかなってですね。その出会うまでのパートナーになるまでのドラマを丁寧に作ってくださったなって思ってます。そうですね。もう聞きたかった、さっきみーちゃんにも言いましたけども、あんたの
あんたには新しい相棒が必要ねってあのセリフはすごいいいセリフで、こっからだよなって、こっから始まるねみたいな。その直後に初めてお互いで亮と香織って呼び合うんですよね、あのシーンで。そこまではずっとあんたとか、そういうのそうか。感じでうん呼んでいます。呼びた香りって言うとなる言いそうになるところ、あ違うまだダメだと思って、でもその亮っていう言い方もいくらさんの亮の言い方にすごくビジョンを亮平さんが持ってらっしゃって私の亮っていう言い方があるかな。そうなんです。ちょっとやっぱり違かった時にアドバイスをもらってすごく納得がいって、初めて呼ぶ亮だから、この亮だけは流れないでほしいっていうのと、できればちょっとお客さんに見てる人の中にはこれから我々の知ってるシティハンターになっていくんだっていうので、その亮だけはなんか感じさせてもいいかなと思ったんですよね。僕も最後の香りっていうところだけはまあちょっと思い切って神谷さんっぽくなってもいいかなって。お二人の関係性をこの映画の中で追っていくと、そうか、最初香り言うこと聞かなかったんだと思って、いやその辺が逆に言えばそれがどんどんコンビとして完成していく、その前段階として描かれていて、もうね亮大変。いやで香りもなんだろう、すごいいろんな感情を出さなきゃいけなかったじゃない。お兄ちゃんも死んじゃうわけだしさ。これは言っていいの？もうみんな知ってますだよね。もう何を言ってよくて、何言っちゃダメなんだっけがすごい、こういうのドキドキするんですけどね、兄貴を失うすごいショックな事件もあるけれども、対人に対してはちょっとあっけらかんとしてて弱みは見せなかったりとか、亮に対してもなんか相棒になってくれなくても一人でやっていくみたいなところも主張するみたいな強さもあれば、上向いちゃうんだよね。だから一人でもうやるって宣言してるくせに不安な表情もちゃんと表現されてて、これだよなって。アニメではそういう表情まで細かく描いていけないじゃないですか。そういうだからやるって言い切ったにもかかわらずできるかなっていう不安な表情をね、皆さん見つけてくださいね。これだっていうのが分かりますか？でもなんかね、ストーリーで見事に騙されました。そうですか。きっかけがいくつかあったでしょ。はい。あ、そうかってだから素直、ありがとうございます。順をってこう見ていって、でもやっぱりそういうところも面白いと思うし、面白かったです。よくできているし、アニメではね当たり前に描かれているんだけど、すごく本当かなって疑問だったことがあって、それは亮、そして海坊主がちっちゃな車に乗っていることで、今回亮は乗ったじゃない。でもなんか普通に見えたけど、そうアニメ版の絵とそんなに変わらなくて、実際に乗ってみてどうだったんですか？よくできてるんですよ、中は、ね、見た目以上に広いです、だから入るのかなと思って入ってみたら収まったっていう、全然意外と普通に運転できるんですよ、だってちっちゃいもんね。でも見た感じもちっちゃいし、すごいギリギリでしたよ。そう見えた？こうやってなんかやってる。あ、そうか。でも収まりはいい。でも収まりはやってなかったね、もうそうそうこれぐらいか。実際に見てて違和感感じなかったし、あれ実は海坊主はさ、天井ボコって外にはみ出して乗ってるっていうような感じだったけどね、出てましたね。でも乗れるんだって実際の絵を見て思いました。面白い。海坊主でもギリギリ乗れるんじゃないかなって。そうですね、アニメ版の、テレビの最初の宣伝で2人で乗んなかったっけ、ミニクーパー新宿で。僕運転したんですけど、音すごいんだけど、もう音ほど走んねえなみたいな当時の車は、僕の乗った車はそういう印象があったんですけど、でも嬉しかった。
ミニ運転してるっていうのが、あんな可愛いの乗っちゃってかっこいいのにね、なんかね、男らしい人があんな可愛いの乗っちゃってるっていうのがおしゃれですよね。ギャップがいいんですよね。さすがお上手かさ。私も出てくると思ってなかったので、ミニクーパー、当時のミニクーパー乗れるものがいや本当だよびね。っくりしました。今のね、ミニクーパーも知ってるんですけど、すごいびっくりして、あんな可愛いんだって。めちゃくちゃ可愛かったです。あれ買い取りますかって撮影後言われたんですけ買い取りそう。どいやでも夢があったんですよ。子供の時から夢で、しかも激安価格で撮影に使ったから、もう3分の1ぐらいの値段でマジか。どうですかって言われて、買って乗せて。いやこれ買いたいと思ったんですけどでもこれシティハンターやっちゃったら、あの車から僕出てきたらちょっとやりすぎだなっていうのと、メンテナンスすごいかかる時ちゃんとケアしなきゃいけないんで、僕武将だから多分ケアしてあげられないかもしれないっていうので、ちょっと他のファンの人にこれは譲ろうと泣く泣く譲ったんですよ、でもいまだにね、今日とかそれで来ればよかった乗りたかった。最高だった、はい、ちょっと後悔してますね。アクションシーンがいっぱいあったけど、ね、いわゆる戦うシーン、それ銃撃のシーンで、銃撃に時のこのガンさばき、かっこよかっこよかったね。めちゃくちゃ練習されているのを間近で見てました。そうなんだ。ヤクザのところに飛び込んでって、これは没収ってするじゃん、言ってもいいこれは。どうぞどうぞ。で、パラパラパラって分解して弾も出しちゃうところの、あんなちょっと何気ないところなんだけど、かっこいいと思った。あれが一番練習しました。あ、そうなんだ。あれが一番難しかったです、今回。そうなんだ。あれをやっぱ当然のようにできるだけで、多分シティハンターというのはいかにすごい人かっていうのを伝えたかった、すごいプレッシャーかかるシーンでしたね。堀ちゃんからいくらさんに。俺ね、結構もう何度もね、ご飯とか連れてもらってるので、ね、聞き尽くしてる。そうなんです。でも考えます。クイズとか出しちゃうし、私たちあんまりよく知らないもんだから。俺たち何にも知らないん知だよ。らないから。第何話のシティハンタークイズとかやられちゃう。第何話のゲストは何ていう名前で、覚えてますか？職業は何でしょう。みたいな、2人でみたいな。かおりちゃんをこう演じる上で心がけていたり、なんか例えばそれじゃなくても声優さんとしてお芝居をするときに何か大事にしていることとかってあるんですか？こう気持ちの流れがうまいことドラマに乗っていくようになるといいなは思ってますね。感情が余計なことがこうなんかで気が散らずに、そこのドラマの中に邁進できるように体調が整ってるといいなっていう感じですよね。キャラクターに体が整ったまんまマイクの前に立てたらいいなと。最初に牧村香織の役に選ばれての時は、キャリア的にはどういう感じだったんですか？私まだちょぼちょぼ声の仕事はしてたんですけれども、こんな大きい作品の大きい役にはついたことがなくて、なので私拝見しました、インタビューで二日酔いでオーディションに行かれたってオーディションはね、香りは飲んじゃうんだな。かおりちゃんらしいエピソードだと思って、オーディションの前の日でもね、大事な、もうめったにこの人とは会えないような人と会ったら飲んじゃうの。すごい飲んじゃった。かおりちゃんっぽいって思いながら見てました。ってなりながらオーディション受けて、そう力が力が抜けて、なんか余計な力が抜けて伸び伸びできた。今だから今日だから聞きたいのは、ちょうどやっぱりこれが配信開始になる前なんですよ。多分お二人で言うとアニメの1話が放送される前の時期、やっぱりもうすでにシティハンターファンもたくさんいてアニメ化するってなった時にどういう心境なんですか？だったんですか？どうだったかな。あまりにも酒飲んでましたもうね、とっても自信はあったんですよ。で、サイバリュ役は僕しかできないというふうに思ってて、で最初で最後なんですよ。
そんなずうずうしいことを思ったのは。それと積んできたキャリアを全部注ぎ込んでやったもんですから、まな板の上の恋ではあったんですけど、でも良い反応が来るだろうという自信もありました。だけどオンエア日が近づくにつれて、それがだんだん自信が例えば10あったのが減ってくるんですよで最後は本当フラットな感じで、やっぱり不安もたくさんあった状況で迎えました。ただ蓋を開けたらとっても評判が良かったので、ほっとしたのを覚えてますね。はい、お話が面白いから、まあね、面白いのは間違いないなっていう感じでしたね。それよりもね、この間やった劇場アニメとか、2019年にやったプライベートアイズとか、この間のエンジェルダストとかの方がもうじき始まるなっていう前がちょっとドキドキして、なんかちょっと胃が痛くなったりお腹壊しちゃったりしてました年取ってからの方がちょっとなんかドキドキしたから、若い時のがもうちょっとずうずうしかったです。強かったですね。あまり分かってなかったのかもしれないですね。この世界に入ったばっかりだったし。僕らは与えられた本の中でなんか自由に遊んでる感じがするんですよ。で絵もそういうふうに作ってくれているし、ところがいわゆる二次元の世界じゃないですか。自分で演じてないから、もう顔もすごい2枚目とこの人こんな顔するっていうところがあるわけですよ。でも台本がとっても抵抗なく受け入れられるものなので、その通りやったら喜んでもらえたってなるんだけど、僕あれを実写でやったらとってもできないです。でやられたわけだからすごいことやったなと思いますよ本当に振れ幅を生身の人間で表現するってもう想像しただけでなんかもう心臓が凍えそう、凍りつきそう。もっこりショーもね、もっこりショー面白かった。面白かったね。もう手足が長いからさ、もうなんか美しい。どんなことやったってすごい間抜けなことやってんのに、美しいなって見ちゃうし、ちっともやらしい感じはないでしょ。だからその落差、いろいろあったけど全然不自然ではなくて、もっとやってもいいのにと、むしろアクションのほらお馬のアクション馬もっこりのアクションも、アクションじゃないですか。やってることはアクションなのに、お客さんたちにはショーとして見せてるから、なんかうまいこと書いてるねみたいな、本がよくできてるねまたみたいな。だから実際のお客さんたちは意味には気づいてないんだよね。すごいアクションシーンを見てると思ってますもんね。実はその動き一つ一つに意味があったっていう。シティーハンターぜひご覧ください。